ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだケンタ兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。今日は天気がいいな。ランニングもいつより気持ちいいですね。あれ兄ちゃんあれどうしたんだよ兄ちゃん、そんな格好で。何してそれ踊ってんの？陽介ちゃん、あれなんか気づいたらギャルになってて、あれこれ爪見て、長いっしょ。もうやってらんねっつうか、取り憑かれてるから半端ないわけ今ちょっとさ、お祓い的なあれ、うちの首裏チョップしてみてくんない？首裏チョップね。なんか出てきそうなんだよね。この辺かな。うわー、戻ってくるなー。ぶねー。だいぶ2000年代初期ギャルだったけど、もう Y2K だったよ。もうちょっとでお前この格好で小悪魔ゲ破壊にしてなってさお前助かったー。ありがとうなお前。おすけお前お礼に掛け声をしてるから耳を澄ませていい？40歳のギャルはやばいよ。はい、今日の掛け声、これだ。愛をわかったか。これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、間もなくです。お前番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声を叫ぶんだ。やい、爪長いぞ。マサラカ。マサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイエアマサラカ。スパイアのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイアボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイアのバサラカをお送りしていきます。最近わかんねえわ母音。結構ねこれ愛をいやこれは結構話の流れ考えればいけると思う。だから、すごいギャルを想像してた。そう、ギャルの言葉だよね。ギャル語。愛マジあ、マジってそっか。愛か。マジ。ダクンはわかんねえわ正解はマジパナイッショ丸まで入ってたパナイッショね、そういうことか。はい、でした。なんで今日こうなったか知ってる？ギャル知らない。何？日付変わって5月25日はとんがりコーンの日らしいんですよ。とんがりコーンって爪にするじゃん。指にね入れてね。爪長くなるじゃん。ギャル。いや遠いって結構遠いよよくそこに行き着いたな。いやとんがりコーンね。はいはい。これねすごいよ。日付の由来は1978年5月25日に東京地区で発売開始したことにちなんでだそうです。すげえ昔なんだね。いろんな年代ごとにたくさんの種類のとんがりコーンが出ていて、2020年代に入ってからも23種類の味が出ている。そんな出てんの？すごいね。すごいね。男女1000名にアンケートを取ったところ、とんがりコーン指に刺して爪みたいにしちゃいますか、86.9% の人が経験ありでした。ほぼだよ、ほぼ。CM でやってたからね。まあでもお菓子を食べなかった人以外はやってるだろうね。やってるよ。これすごいことですよ。あれをさこうガッと刺してかカボカボって食べるの。あれじゃないととんがりコーンって言わないくない？いや言うよ俺普通に食べるもんだって。こうやって指に刺してこうやって作るじゃん。食べないだってさ、ただでさえとんがりコーンを掴む親指と人差し指が汚れるわけじゃん。さらにその逆の手の5本の指も汚すわけでしょ、入れて。こうやってしないよ。どういうこと？どうやって？俺袋の中で、穴の方を向いてるとんがりコーンを見つけてグッて刺してパッて。人差し指1本で刺して、そうすると人差し指1本しか汚れないね。そうだよ。そしたら勝ちだね賢い食べ方だね。賢い。さてここからリスナーさんからいただいたメッセージをご紹介します。はい、ありがとうございます。ラジオネームゆうりさん。はい、ありがとうございます。
いつも英介さん、ケンチさんこんばんは。いつも楽しく聞いてます、はい、こんばんは。去年の春、うん、音楽番組の番組協力に行きました。その時は別のアーティスト目当てで行ったためお恥ずかしながらスパイアの存在すら知りませんでした。でも実際に見て歌うま、ベースの人アイメイクすごと気になってしまい曲を聴き始め、気づいたらファンクラブに入ってました。すごい、ありがとうございます。バディツアー横浜公演では最前列で見ることができて、本当に幸せな時間でした、私は熱しやすく冷めやすい性格なのですぐ飽きるかなと思っていたのですが、毎日の通勤の電車でスパイアの曲を聴いて仕事を頑張れているので、今後もずっと好きだと思います。嬉しい。スパイアにハマり1年経ったので1年記念にメッセージを送りました。これからもずっと応援していきます。バディツアーお台場公演も行きます。楽しみにしてます。ありがとうございます。嬉しいっすね、これは。確かにアイメイクの人すごってなるよね。なるよね。いやでもそれ俺らが15年前に言われてたやつだから。俺さ、これ多分どっかで言ったかな、もみけんをね、最初MV とか見るじゃないですか、髪型がまあ特徴的じゃないですか、だからで当時若ちこ流行ってたんですよ、ユッティ。ユッティね。髪型一緒なんですよ、ユッティと。確か言ってたわ。だから俺ユッティが素性を隠してバンドやってるのがスパイアだと思うんですよ。いやでもめっちゃ言われてた。俺だからユッティだと思ってた。なわけだけど、でもなんか若ちこってもみけんやってたよね。やってなんかさ、当時さめちゃくちゃ似てるっつって、シルエットがで若ちこってなんか言ってた気がするもん。だからユッティがなんかそのキャラ作りでバンドやってて、でそのユッティではなユッティじゃダメだから、黒い目で隠してやってる、素性を隠してバンドやってんのかな。そんなめんどくせえバンドもうちょい多分その当時跳ねるでしょ。多分ユッティ跳ねた時にユッティじゃなかったな。もうユッティじゃないです。もう一件ありますよ。ラジオネームさきぴーさん。さきぴーありがとう。ケンジさん、よすけくんこんばんは。こんばんは。先日娘の結婚式ありました。おめでとうございます。披露宴が始まり、2人の思い出の写真の映像を流すとき、イージーゴーイング、新郎新婦の入場はオレンジ、そして何の時か忘れましたが、イマジネーションの3曲を BGM として選曲していました。娘もスパイが好きで一緒にライブに行ったりしますが、おそらくこれは私へのプレゼントとして粋な計らいだと勝手に思っています。9月にはベイビーが誕生する予定です。いつか孫と一緒にスパイのライブに行くのを心待ちにしています。嬉しい。バディツアー大阪、名古屋、東京行きます。娘の出産が予定通り9月中旬であることを信じて、JLT2days も申し込みしました。夏に向けてますます忙しくなると思いますが、お体気をつけてお過ごしください。いやこちらこそですよ。いやありがとうございますね。元気な子供もね生まれてくれると嬉しいですね。まだ1歳は無理か。ライブはきついんじゃないかな。多分ね3歳幼稚園入ってからとかぐらいかな多分ね。いつかお孫さんと一緒に3世代で、だよ。すごくない？往年のロックスターのライブじゃん。そうだよ。だから往年のロックスターたちはその3世代が、多分母数が多くなってるじゃん。そうだね、3世代の、それ人気衰えないよね。そうだよ。そう考える。だって3倍になるわけじゃん。単純に1人だったさ、若い頃は1人で行ってたのが、もうそれだけで3人じゃん、そこにくっついてくる人たちがいたらさ、もう6人とかになっていくわけでしょ。そうだね。それは人気衰えませんよ。いやー頼もしいですね。素晴らしい。ぜひね、ぜひ元気なみんなで来ていただきたいですね。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字で、バサラカ@FM 福岡 .jp、basaraka@FM 福岡 .jp、 もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อน。このコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。どこの言葉ですか今の？タイ語です。タイ語。なるほど。僕たちは話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。はい。まあグローバルにって言ってますからね。このね。本当だよ。いろんな言語でいきましょうか。どっちからいくかな？こっち？はい。ラジオネームシーユーさんかな。はい、ありがとうございます。洋介さん、ケンテさん、こんばんは。こんばんは。私の友達の出来事です、仕事をしていると男性社員から声をかけられました、これ落としたよ、
振り返ると赤いリボンのようなものを手に持っていました。見覚えがなかったので、私のじゃないですと答えたそうですが、いや A ちゃんから落ちてきたよというのです。とりあえず受け取ってよく見てみると、なんとブラの肩紐、取り外しができるタイプのものだったのですが、簡単に外れるようなものではないので、びっくりしたのと同時にだんだん下着の色が男性社員にバレたことに気づき恥ずかしくなったそうです。その後男性社員は触っちゃいけないものを触っちゃったかなと同僚に言っていたそうです。いやそうよね、あくまでも友達の話ですよ。いやその男性社員もさ悪気なかったよ。いや、そのさ悪気ないっていうか、どこから落ちたの？いや絶対に T シャツから落ちてきたわけよ。その上T シャツか分かんないけど上に着ているものの隙間からストンと落ちてきたわけじゃん。でそれを多分後ろ歩いてた社員はあれってなったわけよ、多分なんか落ちたぞ。でもう一目瞭然じゃん、多分肩紐のさ。でも分かんないんじゃない？肩紐だけだと。いや分かるって。肩紐だよ。この上着の中から落ちてくるわけよそれしかないじゃん。もうじゃよく考えて、自分が後ろ歩いてる女性の、その上に着てるね、隙間からスポンって落ちてきた、あ、なんか落ちてきた。でも肌着ってわかるわけよ、その落ちてきた場所からそもそもで肩紐なわけじゃん。すごい速度で脳みそ働いたはずよ。これはなんだ？ブラ、絶対に肩紐。でもこれ女性の、この前を歩いてる方のもの、無視したらこの人の肩紐は永遠にないままこの後一日を過ごすね、でもこれを触っていいのか、今セクハラ問題とかいろいろあります、でもどうしよう、でも言わないとこの人のブラが取れてしまうかもしれない、これは言うしかないって思って、ものすごい覚悟を決めて多分持って、でも持たなくてよくない？いや落ちたよって、もうさ、そもそもさ落ちたよで気づかない可能性もあるじゃん。だって、A ちゃん落ちたよ、A ちゃんなんか落ちたよそれを触らないで、A ちゃん落ちたよA ちゃん落ちたよってさ、もうその格好がおかしいじゃん、まず。でそれも女性に気を使わせるじゃん。でも持ってハンカチ落ちたよぐらいのテンション感で俺は行くって覚悟を決めてるわけ、その人多分。何か俺は分かってないよってそうだからすごい男性社員は一番多分最善の手だったと思う、これは。で陽介みたいに落ちたよってさ、もう想像して、もう自分も A ちゃんも分かってないわけ。これ何ですかもう私のじゃないですけど、それを触らずに落ちたよってやってる、もう滑稽だしそれが自分の男性社員の目の前で、これ自分のブラの肩紐だって気づいた時の A ちゃんの気持ちになっても、やっぱさっと渡されてさっと男性社員が去るのが一番じゃん。いやまあそっか、だから最善を尽くしたね。そうで、その後同僚にこの人は分かっててブラ紐だって、俺が触っちゃってよかったのかなっていう相談をしてるわけでしょ。この男性社員に俺は拍手を送りたい。あなたは最善の手をそのコンマ数秒で施したその脳みそがすごいよっていう。いや感謝した方がいい。いや気をつけてください本当に。はい、もう一つ来ております、ラジオネーム花さん。15年ほど前、友達の旦那さんの実家にお笑い好きの娘と2人で行きました。旦那さんの母は日本舞踊の師範の資格を持っていました。すごいね。なので壁にはあでやかな着物でポーズを取る母の写真が貼られていました。それを見た娘はすごい、おばあちゃんこの写真どうしたのと大興奮。わかる？すごいでしょと嬉しそうな主人の母。この時友人は嫌な予感がよぎりましたが、止める間もなく娘はわかるよ、これコウメ太夫でしょ嬉しそうに言い放ったのです。ジェネレーションですね。到着して早々の発言に少々重い空気のまましばらく過ごすことになりました。次に行った時にはもう写真は貼られていませんでしたおばあちゃんかわいそう、かわいそう、結構傷ついたんだな。でもおばあちゃんもコウメ太夫を認知してたってことでしょ。いやわかんない、それで調べたらちゃん姿が出てそれそっちだと思うな。それだとちょっとやっぱショックでかいもん多分。確かに、これと思われたんだ。そう、畜生ですこれは畜生っつって多分外したんだよね
でもまあ子供の言うことだから許してあげてほしいけどね。そうだね、悪気なく言ってるからね。でもお孫さんか子供っていうよりもそうだそうだ、おばあちゃんからしたらね。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください、はい、僕たちはあんたの話上なんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください、はい、皆さんが友達から聞いた話お待ちしております、それでは今日はラジオネームはなさんの友達の話からこちらを選曲しました。マイケル・ジャクソンでビリー・ジーン、スパイエアーのバサラカ。お送りした曲はマイケル・ジャクソンでビリー・ジーンでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩み届いております、ラジオネームみなみさん、ありがとうございます。健太さん、陽介さん、こんばんは。こんばんは。高専卒エアライン科のみなみです。お、頭のいい子だね。この前は心に刺さるお返事ありがとうございました、なんか何言ったっけ、心に刺さった。あれでしょ、気にせず、そう気にせずみんなと、そうだね、そのおかげであまり深いことは気にせず、過ごしていくうちに授業の話から、趣味の話などたくさん話せています。おー、いいじゃん、よかったよかった、バディツアー札幌の翌日に、傀儡などの400の難しい読みの熟語のうち100問が出て、9割で合格のテストがあり、見事合格できました。すごくね。相当頭いい。頭いいよ。移動時間をほぼ暗記に当てたので合格できましたが、これからも空港3レターや国社系などの暗記が山ほど出るそうです、もうそれが暗記できないわ俺は。高専では、科学の専攻だったため、ここまで暗記させられるのが久しぶりで手こずってます、何かいい暗記法はありますか？またお二人独自の暗記法や英語の勉強法を教えてください。これからのツアーにもジェシーと一緒に参戦する予定なので楽しみです。ジェシーわかる？俺がこの腰にさつけてる。ああ、そう、人形ね。そうだ、俺ね、この子ね、だから分かった。誰か。札幌の時に、俺最近その並んでくれてありがとうねシール配りおじさんやってる、その時にジェシーつけてる子いて、で俺片足もげちゃったの、不慮の事故で多分、でその子の足はついてたの、その子のジェシーは、で足取れちゃったんだよって言ったら、私ももごうかな。いやもぐなそんで暗記術を俺らみたいなのに聞くなっていうね。いやでも俺1個あるよ。そうなん、大丈夫。俺はさ歌詞をどんだけ覚えてきてるんですか。まあ確かにね、よく覚えるよね。俺がやるのは、一回まず何も考えずに、ひたすら情報を入れるっていうのは歌を聞くってこと？そう。なるほど。で、歌詞を次聞きながら見る。だから聴覚でまずは聞くってことね。聴覚、視覚でその後手だね。触覚、感触だね。で手で、俺は手で書くの、歌詞を。じゃあ書くタイプね。そう、書いた時に、書く時ってそれ見るじゃん、プラス触覚プラス視覚なの。視覚ね、だからちょっとさ、こう手こずって書いたものとかって目で覚えるわ、一石二鳥なわけ、で間違ったとこは間違って最後見直して間違った。それはちょっと待って、暗記した状態で書くってこと？違う何かを見て写すってこと？一回写す。一回写すってことね。で一回だけでも、でその後暗記した状態で書いて、間違えたところは印つけて、で次まっさらなページでもう一回頭から書く。なるほどね。でまた間違えたらもう一回全部、だからそれが 100% 書けるようになるまでやるってこと？そう 100% 書けるようになったら、時間を空けてもう一回書く、みたいなことやってるかな。確かに。英語どうなんすか？英語の勉強法はね、俺分かってなくて、俺も結構文法とかはまだ全然分かんないの、フィーリングで話してるからさ。でもそのフィーリングを、だからフィーリングで話すにはもう海外に行くしかない。対人で話すがやっぱ大事。対人はね、それはそうだわ。人によって発音も違うし、全然違うよね。その国籍によっても発音違うし、生まれで全く違うもんね。そう全然違う発音の仕方で、例えばじゃあ東南アジアの人もさ喋れる人多いじゃん、でもイギリス英語を学んだのかアメリカ英語を学んだのか、いやはやオーストラリア英語を学んでるのかでだいぶ変わってくるから、そうだね。トマトっていうとイギリス英語を学んだ人は喜ぶもんね。トマトだ。そう、トマトだから。でもアメリカトメイトだ、ね、トメイトだじゃん。でカナダとかも結構違うよね。へえ、そうなんだ。カナダとかは、フランス語も公用語になるほどね。じゃあ巻きっぽいのなまった英語みたいな時もあるから。確かにね。でもね、こういうそのテスト系だったら、でもそういうチャット GPT とかもいいかもね。しっかりしたのをね教えてくれると思う。でも反復だと思う。そういうことですね。基本暗記は。もう俺はもう体に叩き込む感じなんで。近いよね。
体を動かす。そうだね。頑張ってみよう。うんそしてもう一件来ております。はい、ラジオネーム次はみなとさん。みなとさん。はい、よすけさん、けんたさん、あんあんあ。じゃあ、こんばんはね。オンアンアか。え？オンアンア、こんばんはですね。はいはいはい。はい、ラジオをいつも楽しみにしております。そしてバディツアーがとても楽しみです。準備など大変だと思いますが頑張ってください。はい。こんな楽しみもありますが、私には悩みもあります。はそれは例えばある、仕事を誰もやろうとする人がいないとき、自分が手を挙げる必要はないのに自分を犠牲にして手を挙げてしまうことです、は自分がやれば丸く収まると思ってしまうのですが、実際私ではなく誰でもできることなのです、どうしたらそんな自分を変えられるでしょうか。辛いとき、落ち込んだとき、元気を出したいときはいつもスパイの楽曲を聴いています。よすけさん、けんたさん、一言よろしくお願いしますと。いいんじゃないそれ、すごくいいことだと思うよ。そう、でも俺やっぱね、なんかこんだけ40年生きてきて思うのは、誰でもできる仕事ってないなって思うんですよ。わかる。だからその人ができるからその人がやってるんですよ多分、って思うけどね。だし、絶対その周りと差はつくじゃん、そこで。つくと思うな。だから絶対そのスタンスは俺は好きだよ、ね、いい気がする。だからその考え方じゃないと思うな。その自分を犠牲にしてやってるって思っちゃうから辛いだけで。でもやっぱ、やりたくないことを率先してやれる人っていうのは、そう、重宝されるよ。重宝されるし、絶対それ糧になるし、そうそう、俺もそう思うな。でそういう人たちって、より仕事が増えて、いい方向になる時もあるし、まあはたまたね、まあそれで何でもかんでもイエスマンになりすぎて、こうちょっと追い込んじゃってしまう時もあるけど、でもその追い込まれた状況っていうのも経験できる人しかいないからね。経験、追い込まれるってすごいさ、避けたくなるワードだけど、まあ大事じゃん、大事、マジで大事だと思う、この世界はどこかしら誰かが追い込まれることによって成り立ってるわけじゃん、もうそれはさ本当にそうだよ。そうだから、多分ね必要だと思うよ、そのスタンスは。そうなんだよね。で自分を犠牲にしてるって思わなくていいと思うけどな、やった、仕事また誰もやんない、俺がやるみたいな。やっぱそれをやってると、やっぱ今はね本当にね、時短とかさ、タイパとかさ、そのあるね、考えすぎなんだよみんな。考えすぎ、もうそもそもでも物量こなしてない人が無理だっていうのはすごく思うから。なんかね、この社会は今、どうした人間が欲張りになっている。と言いますと、何でもかんでもさ、タイパだってそうじゃん、コスパだって、自分の欲望じゃんそれ。欲望をむき出しにする人が増えた気がする。だから、何でもかんでも簡単に消費しようとするし、何でもかんでも簡単に済ませようとする、そのセスを重んじてほしいよ。なるほど、それはそうだね。そう家庭を大事にするっていうね。だからさ、結果主義の世界だからこうなっちゃうんだよね。まあしょうがないとも思うけど、こんだけ情報がさやっぱ多いから、でも結果やっぱやらないと、なんか結果が大事な時と、家庭が大事な時っていうのがあるわけじゃん、そうだね。で結果が大事な方面にばっかり着目が向くから、自分を犠牲にしてとかっていう、そのマイナスネガティブな方向に見ちゃうわけじゃん、そうだね。でも結果ばかり求めてる人間の過程って薄いから、まあそうね。そうなんかそうだね。そうやっぱりだから結果を生み出しました、はい次何ですか、じゃだそのさ、その結果にたどり着くためのコスパ、タイパを良くした人たちがそのいい結果を出すとするじゃん、でもそれってさ、結局そのタイパを良くするためにはどうしたらいいんだっていう考えた過程がやっぱめちゃくちゃあるわけよ、そういう人たちって。でもそこを見ずに結果出した人たちはタイパを良くしてる人たちだっていうのが先行しすぎて、その自分でそのタイパをどう編み出した方法だけを見るよね。そう見るから。でも結局それができない過程、そこを思いつけない人たちはそれ以外に応用が効かないから、結局物量をこなした人とか、だからミナトは編み出す側になれるかもしれない。なれる可能性が大いにある。だから本当にもっとね、ポジティブでいいと思う。ポジティブでいいと思う、人生の糧にもなるし仕事の糧にもなると思うんで、そのやる人が多分この後どんどん優秀になっていくと思うんで、そう絶対そうだね。いいじゃないですか。やりましょう。やりましょう。どんどんいいと思います。
ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集しておりますので気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2024より雨上がりに咲く花です。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はい、小梅太夫さんは小梅太夫小梅太夫さん小梅太夫小梅太夫だ太夫あ小梅太夫っていうの、小梅太夫太夫っていうんだ、さんは、ムーンウォーク世界大会2位ほらすごい人ですよ。すごいね、はい、すごい人ですということでビリー・ジーンそうビリー・ジーンです。はい、はい、ということで、はい、現在我々、全国ツアー中です。スパイアツアー2025バーディ開催中です。次回は6月1日日曜仙台ビットです、はい、こちらもチケットまだまだありますので気になった方はぜひ来てください。はい、お願いします。そして、Just Like This 2024ブルーレイ DVD プラス CD も発売中となっております、はい、そして今年も Just Like This 2025開催決定しました、はい、日程は9月27日土曜28日日曜の 2days です。会場は山梨県川口湖ステラシアターです。Day1 のテーマは Just Like This、はい、Day2 のテーマはアニメソングということで異なるセットリストでお届けいたします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください、はい、番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんおすすめしてください、はい、ということでこの時間のお相手はスパイアボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。